皆さん、こんにちは。藤井です。皆さんは日本のドラマを見たことがありますか？日本語を勉強している人の中には、教科書だけではなく、もっと自然な日本語を学びたいと思っている人も多いと思います。YouTube もいいですが、それだけだと飽きてしまいますよね。そんな人におすすめなのが日本のドラマです。ドラマを見ると、実際に日本人がどんな話し方をしているのか、どんな表現を使うのかを楽しく学ぶことができます。私は英語を勉強するときにシットコムをたくさん見ていたんですよ。モダンファミリーとかフレンズとかね。だけど、日本にはそういう有名なシットコムってないんですよね。だから、何を見たらいいのかわからないという人もいると思います。ということで、この動画では日本語学習におすすめのドラマを5つご紹介します。1つ目は、逃げるは恥だが役に立つです。日本ではすごく人気で、逃げ恥と略されています。このドラマは恋愛や仕事、人間関係をテーマにしたお話です。仕事もなく、彼氏もいない25歳の女性が男性の家に家事代行として雇われて契約結婚をするというお話です。家事代行は掃除、洗濯、料理などの家事をやることでお金をもらう仕事です。そして契約結婚は恋愛感情ではなくて、お互いにメリットがあるから結婚するみたいな感じですね。このドラマ独特の表現かもしれません。日本の働き方や結婚観など、日本文化についても知ることができるのでおすすめです。会話のペースはゆっくりめで、日常的な表現が多いので、日本語学習にとてもいいと思います。ちなみに、この夫婦を演じている2人は、実生活、リアルでも夫婦なんですよ。このドラマがきっかけで結婚したらしいです。素敵ですよね。はい、次はブラッシュアップライフです。これは日本語を勉強している人に本当におすすめしたいドラマです。なぜかというと、雑談がとても自然だからです。雑談っていうのは何でもない、どうでもいい会話のことです。このドラマは人生をやり直す女性の物語なんですが、ストーリー以上に友達同士の会話が魅力なんです。会話のテンポも自然なので、日本人同士の会話スピードに慣れる練習にもなります。このドラマが気に入った人は、同じ人が作ったホットスポット、架空 OL 日記というドラマも見てみてください。同じような世界観でとても面白いです。3つ目のおすすめドラマは、大恋愛、僕を忘れる君とです。これは泣きたい時に
見てください。私は普段あんまり泣かないんですけど、このドラマは大号泣しました。普通に女の人と男の人が出会ってカップルになるんですけど、女の人が若年性アルツハイマーっていう病気になってしまうんです。この病気はいろいろなことを忘れていってしまう病気です。若年性っていうのは普通は年を取ってからなる病気に若い時になってしまうことです。アルツハイマーって普通は年を取ってからなる病気なんですが、若い人がなってしまうってことですね。本当に泣けるので、次の日に大事な予定があるときは見ない方がいいです。日本語はあんまり難しい言葉は出てこないので、初心者の方も見れると思います。次は、不適切にも程があるです。これは、去年かな？一昨年かな？それぐらいに放送されたドラマで、日本で結構話題になりました。日本は昭和とか平成、令和とか時代によって名前がついているんですけど、今は令和時代なんですが、その2個前、昭和時代を生きるおじさんが現代へタイムスリップするというコメディ作品です。このドラマの面白いところは、昔の日本と今の日本の違いがわかることです。今の日本はみんなが暮らしやすくするためにいろいろ禁止されていることがあります。例えば、バスの中ではタバコは吸っちゃいけないとか、先生は生徒を叩いたらいけないとかね。今じゃそんなことをする人はいないんだけど、昔は結構当たり前だったんですよね。そういう今と昔のギャップを描いたドラマです。今の時代はいろいろ厳しくしすぎなんじゃないっていうメッセージが伝わってくるし、日本社会の変化についても考えさせられます。私のお気に入りのシーンは、AirPods を初めて見たおじさんが、なんで耳にうどんを入れてるんだってなるところ。確かにうどんみたいですよね、AirPods って。このドラマは少し難しい単語や文化的なネタもあるんですが、日本文化に興味がある人は楽しんで見れると思います。最後は天国と地獄、最古な二人というドラマです。これは少し上級者向けかな。これはある事件があって、それを調べている警察の女の人と犯人じゃないかと疑われている容疑者の男の人が入れ替わってしまうというお話です。これはね、続きがめっちゃ気になります。毎回、次はどうなるのってなって、すぐ続きが見たくなると思います。あと、男と女が入れ替わる話なので、男女の話し方の違いとかが分かりやすくて
面白いと思います。主役の2人の演技がすごく上手なので、そこに注目して見てもらえたらなと思います。あとね、最近放送されたドラマで、リブートっていうドラマがあるんですけど、すごい面白いらしいので気になっています。はい、ということで、今日は日本語学習におすすめのドラマの紹介をしました。皆さんの見たことあるドラマはあったでしょうか？どの作品も面白いので、勉強というよりも楽しんで見てもらえたらなと思います。おすすめの方法は、まず字幕なしで見ます。そしてわからなければ日本語字幕をつけます。それでもわからなかったら、皆さんの母国語の字幕をつけて意味を確認してください。皆さんは日本のドラマで好きなものはありますか？もしあったらコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。もし応援、サポートをしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。